ダークソウル完全攻略ガイド始めていきたいと思います。ということで今回はこちらね、ダークソウルリマスタードのやり込みのね、方法を解説していきたいかなと思います。じゃあ早速ニューゲームからやっていきましょう。まずキャラクターメイクからですね。これをしながらちょっとね、注意事項なんかを話していきたいなと思います。まず一つ目は、結構ね、パロディが入るので、そちらご注意ください。パロディ元とかにね、迷惑にならないようにお願いします。そして、あくまで自己流、僕流ですので、そちらはね、何か押し付ける意図とかはないので、そちらもご了承ください。で、僕のね、前回というか、今までの動画、エルデンリングとか、セキロとか、あと、ホムラ姫とかね、その辺を見ている、もしくは同じゲームをやっていることを前提とした言動が含まれておりますので、もしね、よかったらそちらもチェックしておいていただけるとありがたいです。こんな感じでちょっとやっていったんですが、とりあえずね、素性です。素性はね、エルデンリングでもあったと思いますが、最初にね、どういうステータス、何を持ってもゲームを始めるかっていう、そういうやつです。で、各種いろんな素性によってね、左にある能力値のね、高さが違うわけですが、一番のおすすめは戦士か騎士ですね。HP が高いんですよ、騎士は。でね、他の必要な割と能力値も高いっていう、平均して高いっていうのが強みかなと。戦士ですね。こちらは、無駄はね、削ぎ落とされた上で、高い数字、必要な部分にはしっかりと高い数字を誇ってるっていうのがで、これが一番おすすめかなっていう感じ。あとはね、万能鍵っていうのを持ってる、この後説明するんですけど、それを持ってる盗賊も、盗人も悪くはないです。他にも、筋力が高い山賊とか、医療が高い狩人とか、その他いろいろあるわけですが、個人的には戦士かな。で、贈り物です。これはね、ささやかな縛りというか方針なんですが、万能鍵はね、なしでいきたいと思います。このね、素性で最初に選べる万能鍵、これがね、あれば、スタート地点からね、いろんなところは、大抵開けられるようになります。必要な鍵を集めなくてもね。なんですが、これ取ってしまうとね、選択肢が広がりすぎてって、あんまりね、初心者向けに、解説にならないなと思ったので、こちらはね、使わずに他のもので、やっていきたいかなと思います。で、何選んでもいいんですけど、大抵のものはね、手に入ってしまうので、ここはね、マジで意味ないけど、ペンダントにします。確かペンダントだけは入手方法なかったよな。一応入手方法あんのか。じゃあペンダントじゃなくていいな。忘れた。じゃあもう、何でもいいや。何でもいいんだけど、じゃあ火炎壺にしようかな。OK、これでいきたいと思います。あともう一個追事項。ムービー中もね、結構ガンガン喋りますので、もしね、ムービーしっかり見たいよって方は、こちらね、ダークソウルね、無印は PS3 で出てますし、このね、リマスタードは PS4 版でね、出ておりますし、なんなら、Windows 版、PC 版ね、とか、今回僕は Steam でやっておりますが、あとは Xbox なんかでもね、出てますし、あとね、リマスタードに至っては、スイッチ版も出ているという、素晴らしいですね。どの媒体でもできるっていう。スイッチだとね、そのトロフィーとか実績みたいな要素はないので、そこはね、ちょっと微妙かなっていう、やり込み具合はちょっとね、満足感はちょっと少ないかなっていう感じではあるけど。ではね、今やり込みって話が出たので、ちょっとやり込みのね、内容を話していきたいかなと思います。まず、トロフィーコンプリートですね。これはやり込みの処方中の処方。僕はね、それこそ、スイッチ版とか、PS4 版、リマスタードのやつとか、で、一応、トロコンを回してます。スイッチ版の場合は、トロコンっぽいことをしてます。で、次に、全装備入手ですね。魔術と、人じゃねえな。魔術、奇跡、呪術は、全入手によるね、トロフィーがあるんですが、武器とか防具はそういうのがないので、これは全装備入手っていう形で集めていきたいかなと思います。一応ね、特定の武器を集めてくれっていうトロフィーがあるんだけどね。で、次に全ジェスチャーの入手ですね。これもします。他のシリーズとかと比べて、ダークソウルはね、話しかけられる NPC からジェスチャーを入手することができるので、そこまで難しいものじゃないかなっていう感じであります。最後に全かかり火の解放及び全強化と。ダークソウルよりはかかり火を強化するってことができて、何ができるかっていうと、ストリンっていうね、回復アイテム、セキロでいうひょうたん、エルデンリングでいう聖杯瓶を、使用回数増やせるっていうものがあるんですが、それをね、強化する、全部で4段階あって、その4段階目まで全部強化するのを、全かかり火分やりますって感じです。かかり火っていうのは、祝福、エルデンリングでいう祝福みたいな感じです。セキロでいう鬼仏。さて、説明はこんなもんですかね。またね、おいおい、やり込み内容が、もしかしたら思い出したら増えるかもしれないですし、その辺は、臨機応変にやっていきたいかなと思います。そんなもんかな。一応ね、初心者向け、かつ、中級者、上級者にも楽しんでいただける動画にしたいなと思っておりますので、そこら辺もよろしくお願いします。
But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate.さあ、というわけで始まりました。北の星インと。アイテム拾いね。決定ボタンでアイテム拾いですね。で、せっかくね、キャラメイクしたんですが、こんな感じで、亡者になってるのでね、あまりキャラメイク意味ないかな。で、スタートボタンでメニュー。装備はね、1個右という。これからいい。これからいい。カメラ操作。チュートリアルですね。自分で見るタイプのチュートリアル。R1 で攻撃。これですね。R2 で、強攻撃。ダークソウル1にはね、ためとかいうのはないんで。で、ダッシュボタン。L スティックプラス、丸かな？多分媒体というか、その、ハードによっては、バツでダッシュだったりするので、その辺は注意してください。R スティックを仕込みでターゲット固定。これはまあいつも通りですね。ただ、エルデンリングと違って、ターゲット固定中にね、ダッシュはできないので、この辺はちょっともっさりしてるかな。かかり火で急速が回復。当然敵も復活です。さあ、かかり火を灯すと。まだ何もできないですね。いやー、最新作エルデンリング、最新作じゃないか。まあ、でも、ソウル系のゲームではね、最新作のエルデンリングからすると、だいぶね、ちょっと時代を感じる風景にはなっております。さあ、というわけで、ここに来ると、ドーン。不思議のデーモンですね。危な。彼はね、まあ、倒さずに逃げろよっていう、チュートリアルなんですけど、はい、このように、2ですね。確か、体力が800ちょいあるんで、まあ、こんなに殴ってもね、まあ、実際に倒せるんだけど、まあ、ちょっと倒すのはむずいっていう感じなんだけど、火炎粒選んでる理由はこれですね。これで、近くでアイテム使用。はい、こんな感じで、一発195と。うい。5発投げれば倒せる計算かな。うい。よいしょ。やべ、食らった。うい。ラストですね。おしまい。ここで倒すことにはあんまり意味はないです。後々倒せるし。ただ、これですね。はい。デーモンの大土。これがもらえます。まあ、本来ならね、このメッセージ通り、逃げろってことでね、こっちに来て、あっちから来てね、ここで退治して、こっちに逃げるってことができるんですけど、てか、それがね、メインなんですけど、ここに逃げるとね、この、扉が閉まって、相手は来れないから、こっちは一方的に逃げるみたいなね、感じで進めていくんですけど、こういう風にね、火炎壺を選んでおくと、序盤でね、あいつを倒して、このね、デーモンの大土を入手することができます。必要な筋力46と、無理ですね。盾があれば。どういうことかっていうと、弓持ちですね。弓を持ってる敵がいるんで、まあ、盾はここなんですけど、間違えた。もったいな。ちなみに暗い火炎壺めっちゃ強いんで、
序盤だとかなり役に立つんじゃないかな。なんなら多分中盤以降も結構役に立つと思う。というわけでヒットアシールドを入手。これね、選んだ素性によって、はい、取れる武器は異なります。こっちはロングソード。戦士ならロングソード。重たい。騎士なら確かブロードソードだっけな。騎士はね、盾が優秀なんで、もしね、盾を、大事にしたい場合は、騎士を選ぶといいかなと思います。はい。ローリング。散々やってましたけど、回避ボタン。僕の場合は丸ボタンでバックステップ。方向を入れてれば、それがローリングになるという感じです。騎士がいますね。というわけで、そのまま上に行って、鉄球が、ドーン。当たらないように注意ね。さあ、間違えた。四角でインタラクトのゲームばっかやってたから。はい。理解があると。イエスマンで大丈夫です。これでエストビンもらいます。エストビンをもらうと。エストビン入手と。そして、鍵ですね。本来ならここで、不死に1回東の鍵だけもらいます。巡礼者のお鍵っていうのは、再退治したね、不死のデーモン、あいつを倒すことで、後々入手して、その先進めるっていうものです。っていう感じで、間違えた。これしばらくミスるな。はい、かがり火で回復で、エストビンの補給と。はい。なくなりましたね。これショートカット。シャキンと音が聞こえたら、死んだ証だと思ってください。ここで、不思議2回に東の鍵を使いまして、はい。Y ってだけど、これ三角ですね。ピースコントローラーでいう三角で両手持ち。エルデンと違ってワンボタンだからスムーズでいいね。で、方向スティックと攻撃ボタン同時押しで何がしかが出ると。R1 の場合はこんな感じで、蹴りですね。かなり縦剥がしの性能が高いので、縦をね、持ってる敵とかはこれで剥がして戦うと。で、R2 の場合はジャンプ攻撃ですね。エルデンリングとか赤炉と違ってジャンプっていう操作がないので、こういう感じで、はい、ジャンプする攻撃っていうのは、できます。はい、急速シュート復活が基本ですね。やっぱ昔のゲームになる分ね、操作はシンプルになるので、だいぶやりやすいですね。覚えやすいというか、チュートリアルあんま確認しなくても、一応、ゲーム自体はできるようになるっていう。L2 でパリ。これですね。一応、ダークソウル1の場合はまだ戦技というシステムがないので、L2 ってのは、基本的にはパリするもんだと思ってください。間違えた。こんな感じで。両手持ちのガードの時は、L1、L2 どっちをしてもガードになります。こんな感じでパリ。タイムゲーに合わせると。で、当然ね、背後地名もできます。さっき書いてあったけど。で、落下中に R1 で攻撃ボタンを押すことで、落下地名を取ることができる相手もいます。今回それはね、見せる機会はなかったんで、その次あたりのボスかな、で見せられると思います。よくやった。まっすぐ進めというわけで、ここまでね、かなり慎重というか、丁寧にね、進めていったんで、ソウル拾っていっちゃいましょう。ちなみに、ダッシュ中にね、ダッシュボタンだっけを連続でパパッと押すことで、一応ジャンプっぽいことはできるんですけど、僕はね、Lスティックを仕込みにしてます。こんな感じで。これでいけるようになるエリアがなくはないので、それは別にその操作しなくてもいけるところなんだけど。というわけで、早速、このね、北の不審から抜け出しましょう。In the ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran.さあ、ロードラン到着と、到達か。ここでね、レベルアップができるようになります。わかったわかった。ちょっと目に消して。はい。間違えた。しばらく間違えるぞ、マジで。はい、こんな感じで、レベルアップ、次火、復活と。このゲームはね、人間性っていうものがあって、その人間性をね、使うことで、左上のこの00わかるかな？そこがね、1、2、3って増えていくんですが、それをね、消費することで、継ぎ火、これを行うことができると。継ぎ火ってのは、かがりのね、強化で、ストリン、今10個なんですが、それをね、15、20って増やせます。で、最大が20かな。で、かがり火はね、基本は、SB 回復数5なんですけど、ひもり目っていうね、
特別な聖女でいいのかな、女性かながいるところでは10個になると、デフォが。そういう感じです。亡者から復活っていうのはね、このゲーム、生身っていう要素があって、生身でいると、敵からね、侵入されたりとか、あとは逆に協力 NPC 呼べたりとか、あとはオンラインならね、同じく協力してくれるプレイヤーを呼ぶことができるっていう、そういう要素になります。さあ、人間性。これですね。で、次火はね、限界突破できる要素を解放しないと15以降はいけないので、今はね、これで10が最大ってことになります。レベルアップはぶっちゃけ何でもいいんだけど、おすすめは体力ですね。体力はいわゆる HP が増えるものです。2以降はね、生命力って名前になるんですが、これは体力ですね。あとは、持久力ですね。これは装備重量とスタミナが上がる。記憶力は記憶スロットが増えますね。エルデンはね、メモリースロットっていうのがあって、それで勝手にね、記憶力というか記憶スロットは上がったんですが、ダクソはね、基本的には、そのスロットをね、解放するための能力値を上げなきゃ、いっぱいね、魔術とか使えないよっていうことになってるので、それ用ですね、記憶力が。筋力、技量、理力進行、これはね、ありましたね。エルデンと。なので、詳しくはエルデンリング完全攻略ガイドパート2をご覧ください。この耐久力ですね。これは、上げなくていいです。これはね、物理防御力だの、属性防御力だの、状態上耐性だの、それが上がるものですが、これはね、上げなきゃいけないレベルのものは序盤に出ないし、後半になればね、これを上げた程度では対抗できなくなるので、ここはマジで捨てでいいです。一切上げなくていい。初期値でいい。で、理力進行記憶力。これはね、スペル使いたい。スペルじゃないか。魔術。魔法かな、魔法を使いたい人は使ってみていいんじゃないかな。魔法っていうのは、魔術、奇跡、呪術、全部を総称した言い方ですね、魔法。ただね、威力がこんだけないと話聞いてくれない NPC とかもいるので、最低10ないと聞いてくれないので、どっかのタイミングで10には上げるけど、とりあえずまだいいかなっていう感じ。なので、体力かな。序盤やっぱ体力が一番おすすめです。で、筋力とかね、技量とかその辺は使いたい武器に応じて、上げていくのがいいかなと思います。心折れた戦士かな。青ニートって言われてる人ですね。この人はね、結構進行に関するヒントをね、ちょくちょくくれるんで、それは結構ありがたい感じかなって思います。ひもり目ですね。道中ね、ひもり目の魂っていうのがたまに手に入るんですが、はい。そちらをね、この誰かしらのひもり目に捧げることで、装備のね、回復量が上がるっていうものになります。話はできないというわけで、ここはね、棺の祭祀場っていう場所なんですが、ここら辺のね、アイテムを一気に回収したいかなと思います。が、その前にちょっと会いたい相手がいるので、ジェスチャー。これが入手したいもんね。はい。間違えた。人前でエストを飲む人になっちゃう。ペトルスですね。ちょっと話しかけましょう。というわけで、制約、白教徒。ダークソウルにはね、制約っていうものがあって、いわゆる宗教ならいいのかな。それをね、交わしていることで、例えばオンライン要素でね、集めてくるものがあったり、みたいなことがあります。あとは、その制約アイテムを捧げることで、恩恵が得られたり、みたいなことになります。このね、交わしますか ?Yes、No の状態で、トロフィーはゲットできるんですが、ぶっちゃけ交わしても交わせなくてもいいな。じゃあ交わすか。これで OK。ちなみに白鏡は、素性騎士ならね、最初から入ってるものになります。で、ジェスチャーを学ぶ。呆れると。でね、ペトロスも結構いろんなものっていうかアイテム売ってるんですが、この人高いんですよね。高いのって、中盤後半あたりに買うものだけ買って、確かこいつからしか買えないものもあったよな。ねえか。ねえけど、ソルロンドのタリスマンは必要なんで、そんぐらいかな。OK。というわけで、じゃあちょっと最終上のね、アイテム一気に集めたいと思います。てな感じで、何回か死にながら、一通りね、集められたかなと思います。こんな感じね。ツバイヘンダー、モーニングスター結構いいね。まだ使えないんだけど、ツバイヘンダーとか、スペアとかね。ヤリトゴーも結構、使えなくはないかな。あんま強くないけど。という感じで、じゃあ先進めていきましょう。初心者はね、やっぱこういう特権とか、あとはちょっと重いけど体験とかを使うのがいいのかなと思います。この辺のアイテムとかもね、回収して。あっちも行きたいな。ちょっと怖いからやめとこう。痛い。こんな感じで縦剥がしもできると。縦剥がしは、縦を剥がしたとしても、エルデンリングのようにね、致命量発生しません。ので、その代わりね、剥がした後とか、何か攻撃をしてる最中とかは、これ指輪ですね。カウンター判定になってね、ダメージがより上がるので、それはこっちも同じですが。なので、ローリング中とかね、ダッシュ中とかに攻撃を食らうと、より多くダメージを受けてしまうので注意。で、指輪ってのはね、装備品の一種で、こちらですね。死んだ時に何も失わず壊れる。犠牲の細枝ですね。エルデンでいうところの。指輪もね、エルデンリングでいうところのタリスマンなんですが、それをね、2つまで装備できると。はね、種類もそこまで多くないので、装備できる欄は2つまでですね。
というわけでこの水路から先行って、ここからは別エリアになります。浄化不死ガイド。よいしょ。別にこんなに丁寧にやっていく必要はないんだけど。お、火炎壺いいね。こういう火炎壺を投げるモブは落としてくれたりするので、美味しいですね。ゲームを知らない不死のソウルからの、こっちにもソウルと。こういう雑多なソウルはね、拾っといて損はないので、なんかこう買い物したい時に、なんか1個ぐらい足りないなとは、何ソウル足りないなっていうのを解消できたりするので。で、こっちかな。で、ちょっと先に邪魔な奴らを。ここに2体倒すと、奥にも2人と。痛い。痛い。ちゃんと判定は注意ね。おみくず。一応使えるものではありますね。その使える要素っていうのも後々説明していくかなと思います。その使う時になったらね。で、この人間性拾って、で、最初の道に戻ってくると。誰か勝手に死んだ。びっくりした。どっか出てきた。で、霧で先に進むと。霧はね、ボスだったりボスじゃなかったりします。ただ、ダークソウル1の場合はね、ボスの前には必ず霧があるので、それはね、判定になるんじゃないかなと思います。